太い糸でいかに食わせるかっていう難しさを選びたいなと。3g から 250g ぐらいまでっていうのが今僕がシーバスで扱うルアーのウエイトなんですけど、それら全部をバリバスの糸でカバーすることができています。今回土形にあたって、2週間前ぐらいから下見をしてきたんですけど、まずメインのパターンとなっているのはマイクロベイトかなというのはすでに分かってました。その時は使うのは、もうほんと 3g とかこういう、重たくて 7g とか、こういう、小さなプラグが有効だってことは分かってたんで、スピニングタックルには、X8 の 0.85 を巻いて釣りしてました。もっと細い方が、こういうものって扱いやすいとは思うんですけど、できるだけ僕はそのラインブレイクのリスクだけは抑えたいので、0.8 より細いものを巻くってことは、シーバス相手に対して、そういう糸を使うことはほぼありません。で X8 を選んだ理由としてはやっぱり、しなやかな、操作感っていうことで、こういう小さいプラグ、特に今って風が強い日とかもあるんで、投げた後のラインメンディングだったり、その流れを避けたい時にこう細かく避けれるような、そういう使用感を求めて X8 を選んで使ってます。こういうものなんかこうラインメンディングするだけでルアーがピーって動いちゃうんで、狙いのレーンからそれてしまうと、マイクロベイトを食ってるシーバスって本当レンジとコースにすごいシビアだと思ってるんで、そういう釣りを、思い通りにさせてもらえるのは X8 かなと思って選んでます。で、こういう釣りで状況を把握した上で、釣りたいのはビッグベイトで1匹釣りたいんですよ。2オンスの釣りがメインになるんですけど、2オンスのタックルは、P4 号使います。3号とかそんなところでもできるとは思うんですけど、先ほどと同じ理由で、糸が絶対切れてほしくないので、細くして食わせるっていうよりは太い糸でいかに食わせるかっていう難しさを選びたいなと思ってます。その細くして魚にリスクを負わせたくないっていう思いで、できるだけ、どこまで太くできるかで、その中で自分が思い通りの釣りができるかのギリギリのラインを考えながら糸を選んでます。はい、ということで、こういう2オンスの、ビッグベイトですね。この辺はこの、SMP4 号で、リーダーが、オーシャンレコードの、今回は35ポンド使いました。40ポンドにすることとかもあるんですけど、できるだけそのナイロンのリーダーも、思った流し方ができる、太さを選びたいので、ちょっと気分なところはあるんですけど、40か35にするかは、今回ちょっと35でやりました。で、あんまり投入することはなかったんですけど、1匹ちょっと、岸際にもう明らかアフターのシーバスで、こういうルアーにもちょっとだけ興味は示したけど、もうそれ以上距離が詰まらなかった魚がいて、で、こういうルアー通して嫌がった後、また同じところに戻ってきた魚がいたんで、その魚を見つけて、このクラッシュゴースト入れたんですけど、1回だけねこうギュッて見たけど、もうそこからは、もうどんどん嫌がって離れてしまったんで、キャッチには至らなかったんですが、こういう小さいルアーでは反応が取れないようなシーバスに対してやっぱりこういう大きいルアーが、有効なのかなという、一瞬その、可能性は垣間見えたんですけど、はい、今回は残念ながらで、これを使ってるタックルは SMP の6号を使ってます。で8号とかの時もあるんですけど、8号を選ぶ時は例えばボートシーバスの遠投する釣りとかは8号でやります。で今回そんな遠投するつもりなかったんで、ショートキャストで手前の、勝負になるだろうということで、6号でそんな満振りすることなく使うんで、6号で切れることはないだろうという、想定のもとゴーストは6号でやりましたという感じで、3g から 250g ぐらいまで
っていうのが今僕がシーバスで扱うルアーのウエイトなんですけど、それら全部をバリバスの糸でカバーすることができています。